ナメクジの体の仕組みと特徴的な生理機能。イントロダクション。ナメクジは多くの人が庭や湿った場所でよく見かける軟体動物ですが、その体の仕組みや生理機能について詳しく知っている人は少ないでしょう。今回はナメクジの体の構造と特徴的な生理機能について詳しく解説していきます。ナメクジの基本情報。ナメクジってカタツムリの仲間なのだ。腹がないけどどういう生き物なのだ。そうね、ナメクジは軟体動物門腹側綱に属する生物なの。実は進化の過程で殻を失ったと言われているの。日本には在来種と外来種合わせて約40種類が生息しているのよ。カタツムリから殻がなくなったのがナメクジなのだ。でもどうやって身を守ってるのだ。その代わりに強力な粘液を分泌する能力を発達させたのよ。この粘液が外敵から身を守る役割を果たしているのよ。ナメクジの体の構造。ナメクジの体はどんな構造になってるのだ。ナメクジの体は主に頭部、外頭膜、足の3つの部分から構成されているの。頭部には触覚と口があって、外頭膜は体の全部を覆っている部分で呼吸器官の役割も果たしているの。それから体の大部分を占める足は筋肉質で這う動きを可能にしているのよ。触覚はどんな役割があるのだ。ナメクジには通常2対の触覚があるの。上の長い方の触覚の先端には目があって、下の短い方は嗅覚器官として機能しているの。これらの触覚で周囲の環境を感知しているのよ。ナメクジの粘液の秘密。ナメクジといえばあの気持ち悪い粘液なのだ。あれはどうして出るのだ。その粘液は実はナメクジの生存に不可欠なものなの。主に足の下部にある特殊な線から分泌されて複数の役割を果たしているの。まず移動する時の潤滑剤として働いて体が乾燥するのを防いでいるの。また粘液には抗菌作用もあって病原体から身を守る役割もあるのよ。へえ、あの粘液がないとナメクジは生きていけないのだな。でもあんなにベタベタしていて嫌だなのだ。粘液の成分にはムチンという糖タンパク質が含まれていて、これが粘度の高さの秘密なの。人間の皮膚につくと不快に感じるけど、ナメクジにとっては命綱なのよ。ナメクジの呼吸と循環。ナメクジはどうやって呼吸してるのだ。ナメクジは外頭膜の下に原始的な肺を持っていて、そこで空気中の酸素を取り込んでいるの。外頭膜の右側に呼吸穴という小さな穴があって、そこから空気の出し入れをしているのよ。心臓とかあるのだ。単純な心臓を持っていて、開放血管系という仕組みで血液を循環させているの。これは血管が完全に閉じた系じゃなく、一部で対向に血液が流れ出る仕組みなの。ナメクジの消化と排出。ナメクジはどんなものを食べてるのだ。ナメクジは主に植物や腐食質、菌類などを食べるの。口の中にはラデュラという特殊な器官があって、これは細かい歯のようなもので覆われた舌のような器官なの。これで食物をこすり取って消化管に送っているのよ。へえ、特殊な舌があるのだな。それで排泄はどうしてるのだ。消化された食物は腸を通って外頭膜の右側にある肛門から排出されるの。ナメクジの排泄物は小さな粒状で移動した後に見つけることができるわね。ナメクジの繁殖と生態。ナメクジはどうやって子孫を残すのだ。赤ちゃんナメクジはどうやって生まれるのだ。ナメクジの多くは雌雄同体よ。つまり一つの個体に有とメス両方の生殖器官を持っているの。交尾する際は互いの精子を交換して、その後それぞれが卵を産むの。卵は湿った土や落ち葉の下などに産みつけられて、条件が良ければ2、3週間で孵化するわね。雌雄同体なのだ。それって便利なのだ。おナメクジはどんな感じなのだ。孵化したばかりのナメクジは小さいけど、基本的には親と同じ形をしているの。成長が早くて、条件が良ければ数ヶ月で成熟して繁殖できるようになるの。ナメクジの寿命は種類によって違うけど、多くは1、2年程度なのよ。まとめ。ナメクジは一見単純な生き物のように見えますが、その体の仕組みや生理機能は非常に興味深いものです。ナメクジは害虫とみなされることも多いですが、生態系の中で分解者として、重要な役割を果たしていることも忘れてはなりません。
今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。